それはS&S のうん32台のうちはい2台はトラスト企画しました。物理的にあるわけやがない。っちまってるじゃないですか。もうしかもボディもちゃんとこう綺麗にこうキャッうわーやばーもうやめてキャッてこうやめてやっつけてやりましたから。限定車なの。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。本日はですね、またなんか車が1台入ったんですけどね、またガンメタの GTR じゃんって見てる方思ってるでしょ。今日ね、僕ね、多分トラスト企画に入って一番興奮してます。なぜかというと、この車ちょっと皆さん来て。これ分かります？これですよ。なんとこちらの 32GTR 世界に32台しかない SS バージョンですよ。 SS バージョン32の限定車の中で一番レアな車です。世界に32台しかないですよ。32台、もう途方もないスーパーレアな限定車なんですけどね、これどうしたんだろうな、この車。何が限定車だよ。なんですか、もう僕興奮してるんですよじゃない今。よ。すごいじゃないですか、これついに入ってきちゃったんですね。何回も入ってっからこれなんか昔、はい、桜井慎一郎さんがね、そうね、中古車鍵集めて買い占めて、程度いいやつ、はいね、で32台、はいね、作って、そうですよ。それをねインターネットで、うん、販売したやつです、はいはい32台限定で。そう32ファンの中ではものすごい。中古車なのに、ね、はいはい、新車と同じ値段で売ったんですよ。いやまあそりゃそうです。ベース車はね中古ですけど、うん、コンプリートカーですよ、コンプリートカだけど、ー。はい、1分でね、1分も経たないうちに完売しちゃったんだあ、ね。ほらほら、 32やっぱ人気が高いからね。はい、こんな、はい。桜井慎一郎さんが泣くよ、この車。なんでですか、なんでですか。だってどこに S&S の面影があるんですか。まあ確かにね。ほら、うんちく垂れぞになってみましょうか。あ、じゃあお願いします。はい、散々垂れてください今日は。はい、基本ね、まあ中古車の中で、はい、まあ程度のいい、はい、32を、はい、本当にコンディションのいいものあ、はいはい、を、当時100万150、200万出すとね、うん、比較的200出さなくても買えたかな。まあ約20年前ですね。はい。でその100万円台のコンディションのいい車はい。を使って、なるほど。ね、はい。桜井慎一郎さんの S&S のグループは、はい、ね、445万円で、販売したんですよ。はい。まあコンプリートカーだからいいじゃんって俺らは思っちゃいますけど、みーくん的には納得いかないっていう感じで、結局ね、はい、何がいいかというと、まずはい、エンジンがね、リビルトエンジン。そうですね。はい、乗せてあるということでした。はい、リビルトエンジン、今はねリビルトエンジンってないんですよ。はい、新品のエンジンがね、今120、30万とかしてますけどね、はい、はい、当時は50万まで買えたんですよ。そうね。まあエンジンは50万だと。まあエンジン50万。わかりました。エンジン50万。S&S のね、リビルトエンジン。エンジン50万。S&S でやったかどうかわかんないですよ。うん。確かにね、そこで組んだかわかんないですね。ね、組んだかどうかわかんないですけど、まあ50万。で、タービンが34のボールベアリングタービン。そうですね。使いました。はい。でこれでエンジン終了。で吸排気系ね。はい。S&S オリジナルエアクリーナー、クリーナーですかね、ナーですから、に S&S のオリジナルマフラー、はい、あと S&S オリジナルサスペンション。おお、攻めてきますね。どこのサスペンションなんだ。S&S オリジナルコンピューター。おお、中身はマインズか。S&S ですね。S&S ですね。S&S って書いてありますからちゃんと。この車も一応 S&S のコンピューターがついてます。おお、すごいすごい。で S&S の当時のリビルトエンジンが乗っています。むしろ交換してもらった方がいいかもしれないですけどね。あ、そうなんですか。もう古いから。ああ、まあね。そう。じゃあちょっとね、この限定車をなんかみーくんがディスるらしいんで。いや、このお客さんね、S&S だとかっつってて、
見に行ったら、どこなんですかって話です。まあなんか S&S の面影がありません。面影がないですね。 S&S ってさ、チューニングカーじゃないんですよ。そう、コンプリートカーなんですよね。オリジナルの本当になんか今でいう本当にコンディションいいやつ、なんかすげえなとかっていう感じのものなんですよ。でもしあれが本当に S&S の状態のままだったら、もう軽く1000万ぐらい。途方もない値段つくと思いますよ。軽く。これは違うんですか？これは全く違う。全く違うんだ。なんかショックなんですけど、どこがそんな全く違うんですか、この車の。いじりすぎ。あ、そうなんですね。シートだってもなんか D カノって書いてあるね。D からわかんないです。D カノって書いてあるじゃないですかね。純正のしてほしいわけですよ。ね、ほらドアミラーだってさ、なんかね、ガナドール的な。そうそうそう。ね、人形になっちゃったわけですよ。ガナドールね。拾いますよ、今日はちゃんと。そう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 。おい、でもほら見てよ、モノブロックだよ。どうしてくれんだよこれ。最近流行りの T さんだな。SL。そうそうそう。モーカ鉄道になっちゃった。モーカ鉄道。そう、ブレーキだとほらもうエンドレスになっちゃって。本当だ。後ろもエンドレスにしちゃったの。本当だ本当だ。本当に。まあ面影はないですけど、お金はかけてますよね。なんかよくわからないですけど。何？お金はこの辺に。いや、お金死ぬほどかかってるこれ。ほらほら、これです、これ。じゃこの人買ってからもお金かかってんじゃないかなこれ。あ、そうなんですか？そう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 。まあボンネット開けてね見るとわかるんですけど。じゃじゃじゃーん。おお。まあね、チューンドバイ SS、本当か？ S&S。本当かっつって。いや本当です。本当です。これですね。これがステッカー、ほらね、こうエンジンのステッカーですよね。これステッカー、ステッカーね。はい。ほら、でもほら ARC のアルミのラジエート。もうね、ほらこっちもほら。本当だ。インタークーラーも ARC のインタークーラー。むしろいいんじゃね的な。これが SS じゃなかったら結構いいですよね。この装備的には。まあそうだね。ただね、このね車にね、ボンネットに一つ気がかりな点があります。僕は。何を？ここ見てください。ここ見てください。この番号はトラスト企画の番号じゃないですか、もしかして。もちろんそうです。もちろんそうですね。うちのお客様ですから。かつて買っていただいたんですね。いろんなものを買ってもらって、で最終的に回収させてもらいました。なるほどなるほど。もう術中にはまってますよ、お客さん。みーくんの術中にいろいろオプションパーツ買わせて、いっぱいお金使わせて、最終的には戻してもらうっていう、そういうねものの流れになってます。今このお客さんあれだよ、さらにこのお客さん戻してもらって、さらになんかハイブリッドの今風なやつ売りつけてやりましたから。あ、そうなんですか。もうズブズブじゃないですか。ハイブリッドカー売りつけてやりました。ズブズブです。ズブズブ。じゃあこの車は買い取りに行ったんですよね。行きました。はい。でこれ最初依頼来た時どう思いました？ SS って聞いた時。SS かとかって言ってて、ただお客さんがね、その知り合いが買う金額いくらぐらいでじゃないですか相場がみたいな話で、だったら買うよっていう金額があったんですよ。そんくらいなんのって言われて、ね、全然なりますねって話してて、個人よりも高い金額。すごいですよ。普通はないですよ。個人の方が高いんだから、普通は。個人の人が買うっつうからよ、やべえなと思ったんだけどさ、買われちゃうと思って見たっけ程度よくてあれ違うね、S&S はどうでもよくて、このね ARC の声高いっすよ今ね。このねパーツは高いですね。しゃぶれちゃった会社だから一応今もあるけどね。一応あるけど、もう一回やらせてくれって、土下座してもう一回やらせてくれってやつね。まあこれ昔のやつですからね。そうまだこうなってた頃。そう、まだこうなってた頃、イケイケだった頃ね。じゃあこの車はなんかもう僕的にはショックですけど、 SS の価値っていうよりかはパーツの価値みたいな、そういう感じですね。なんか S&S っぽくないんだけど、なんかショックだな俺的には。あれじゃないの、こういうのさ
直してさノーマルにしてさ、これはヤフオクで売っ払ってさ、そうですね、車 S&S だとかって言いながらさ限定車だとかつって、売っ払っちゃえばいいんじゃないの。S&S らしくうちらが手直ししてあげればいいんですよ。パーツ取って。そうね。そうそうそうね、確かに。もうこれだってらしくないじゃないですか。らしくないから、もう高い金目のパーツだけ剥ぎ取って、トラスト企画すればいいんですよ。トラスト企画するって解体だからな。そうですね。パーツ取っていいように、物はいいよってことですよ。そういうこと。そうそうそう、そういうこと。物はいいよですね。 S&S に寄せる感じ。そう、寄せる感じです。車外のなチューニングパーツ剥ぎ取って、オリジナルの少し程度いいパーツに寄せる感じで S&S に近づける。そういうことです。なるほど。再生工場ですから、トラス企画は。なるほど。いやでも S&S のさ、マフラーとかさ、足回りとかないんだよね。なるほど。ね、これもうパーツもなかったんですか？パーツない、この状態らしいからね。そうか。ほら、残念だな。昔だから、交換したパーツなんかみんなぶんなっちゃうから、ほら。安かったからね、当時ね。純正パーツなんかね。なるほど。でもなんか僕風の噂で聞いたんですけど、これ S&S って32台しかないじゃないですか、本当は。そうです。なんかね、もう世の中に30台しかないらしいんですよ。なんか風の噂で聞いたんですけど、なんでですか？それはS&S の32台のうち2台はトラスト企画しました。物理的にあるわけがない。やっちまってるじゃないですか。もうしかもボディもちゃんとこう綺麗にこうキャッもうやめて、キャッてやめて、やっつけてやりましたから。検定者なの。2台はやっつけてますから。やめて。実はね、32台のうち3台目ですから、これうちに入ってくる。なるほどね。だから何とも思わないんですよ。もう何ともね。何が SS だよみたいな。SS の頃、だって S&S だからっつったってさ、当時やっつけた車はこういうちゃんとした車じゃなくて事故っちゃってる車。もったいないですね。事故減乗車、ぶつけちゃってもう直せないよぐらいの、修理代出すんだったら新しいの買った方がいいよみたいな、レベルのものだったから、それはトラスト企画しちゃいましたよ。なるほどね。だったらそうですね。じゃあ今のところ現存してるの30台のうちの1台です、これ。もっと少ないと思う。そうなんですか？みんな潰しまくっちゃって。そうほら結構潰れちゃった。しかもね、この後実はいろんな会社から限定車出たの、なんとかバージョンとかっつって S&S のやつがこうね、だって S&S だからっつったってさ、新車の値段と同じ値段中古で売るんだよ。しかもその入れてきた中古車って距離バラバラですよね。バラバラ。要はでも同じ値段。色もバラバラ。色もバラバラ。でも同じ値段。なんでだろうな。じゃあもうね、その厳選した車、市場にある比較的コンディションのいい車、極上と言われてる車。極上と言われても3人だから安かったの。その車をね、市場からね買い占めてね、それで自分たちのパーツをつけてね販売した車。高値で売っ払ったと。そう安く仕入れてね、自分とこのオリジナルつけてね高く売りつけたんですよ。なるほど。じゃあ僕いいこと考えたんですけど、これはトラスト企画もやったらいいんじゃないですか、こういうこと。何ですか？いや、もう市場にある程度のいい BNR さんに買い集めて高値で売りつけるっていうトラスト企画バージョン作ったらいいじゃないですか。新品のダッシュボードを使ったり、そう新品のハンドルつけたり、クラスターリット使ったり、そう2000万ぐらいで売れる。メーターフードパネル使ってそうです。うちのストック入れて、ストックつけて、トラストバージョン。フロアマットも新品のフロアマット、新品もちろん新品。トランクのフロアマットとかも新品で、ハンドルも新品のハンドル。そうです。でフードトップモールと後ろのちびはねだけトラスト企画なのでまがいものつけて、あれつけちゃうとすげえなっちゃう。いや大丈夫です、そういうの望んでる人が多いから。俺の財布はね結構ね要望強いんだよ。いやそうですよ、僕結構言われますよ。9800円とかで8000円とかでしたからな。わあでもね、あれはスポイラー、後ろのねちびはねちょっと見ましょうか。ニスモ製だとこうなりますよっていうやつ。そううねうねしちゃうんだな。あんたトラスト企画の羽のがうねうねしてないよな。そうですね、あれもうつらい位置ですから。つらい位置。
これは何なんかつけたの後からこれもともとついてたんじゃないですか。どうなんだねこういうのね、なんかショックなんだけど、俺ちなみに言い忘れました、はい、この車は、はい、ね事故歴はあります。実ははい、正直ですね。どこですか？前側ですか？やっぱりそしたら。どこそこだよ。どこそこあるんだ。どこそこあるんですね。どこそこです。はい、あります。この車、残念なことに。あらららら。だから極上車をね、S&S さんも、もしかしたら、ね、事故車かも。そんなことねえよ。そこはさすがにない。そこはさすがにないな。買ったお客さん。それだったらやばいよ。買った次のお客さんがね、ちょっとねぶつけちゃったかもしれないね。まあでも一応ちゃんと直したんですね。直してね、売った車だよね。なるほどね。結構ね、S&S とかでほら即で売った人ってさ、もう絶対一生持ってるぜみたいなさ、感じの人だから。本当にね、市場にはなかなか出てこない。出てこないと思います。これもうちもね、S&S っぽくないんですけど、まあ32台限定。一応ね。一応はい。もう30台だけど多分。高く売りつけてやろうかと思って。いやね、そうですね。まあその前には少しお客さんも目ん玉止めてっちゃうみたいな勢いで。なんか西の方のさ、車屋と同じ売り方してみようかなと思って。何百万も乗せてね。そう。よく見たらダメだよみたいななってる。外装とか見たらすげえ綺麗だけど、なんか下回り見たらやばいぞみたいな。そう。これも S&S だとかって言ってさ、どこに S&S の大まけにあんだみたいな車だからね。はい。まあ一応 S&S なのは確かですけどっていう感じ。出所はね。出所はちゃんとしてますけどっていう感じ。ね、育ちが悪いんだよ。そう、育ち悪いですね。家は良かったのに。そう、不良に行ってしまったんですよ。不良の友達とつるんじゃった。そう。まあということなんで、こちらの車はさっきも言ったようにちょっとトラスト企画がですね、S&S に寄せた仕様にね、これからね変えて、その車をまた売ろうかなと。この状態でまだね放送される頃はきっとこの状態であるかもしれないですけど、悩んでるうちに寄せられちゃいますから、S&S に。まあ寄せるっていうことはそういうことですよね。そう。いろんないいパーツついてたのにね、いつの間にかなんかオリジナルになっちゃって、あれでみたいなことになっちゃう。まあどっちがいいかは皆さん次第ですよ。まあね、チューニング好きな人もいいだろうし、なんだろう、オリジナルがいいって乗りたい人もいますからね。両極端だよね今ね。本当に3人はねいるんで、まあそういう感じなんで、こちらの車はじゃあ一応販売しますか？一応ね。まあトラスト企画はできないんでこれは。そう、部品を出すっていうのはできますよ。はい。これ結局 S&S って結構前なんですよ。もう本当に何年だろうあれ。98年とかそれぐらいだったと思いますよ。古いっすよ。でリビルトエンジン使いましたって言ってコンバージョンですとかっつったってもうそんだけ経ってますから。まあ20年前ですからね。よっぽど新しいエンジン乗せた方がよっぽど調子いいっすと思う。まあそうなんですけど、奇跡的に調子いいんだよこれ。あ、そうなんですか。よかったじゃないですか。したらほら車好きな人のところに行っちゃったから。ああ、なるほどね。お金かけすぎちゃったんですよ。無駄にね。無駄にとか言ってあれですけど。これね、申し訳ないけど、無駄に金かけすぎたのはこのお客さんのせいじゃないから。ああ、なるほど。このお客さんの周りにいる修理業者の方たちですから。うわー、こう言い込められちゃったやつだ。これ交換した方がいいよ、これ交換した方がいいよって言ってどんどんいろんなパーツをつけられてしまった感じです。はい。なるほどね。だからちょっとやりすぎてる感があるんだ。なるほど。そう。じゃあまあそんな車でもご興味ある方は問い合わせしてみてください。はい。ずっと置いとくとねオリジナルに戻って、そうこの仕様じゃなくなりますから。某会場の方に行っちゃうかもねっていう感じなんで。どっちでもいいですよ。この仕様で欲しいっていう人とね、いやなんつうのコンディション良い感じの普通のオリジナルっぽくしてほしいっていう人ね、要望にお答えしてね、チューンドしますから。
チューンド、デチューンドします。デチューンドですね。デチューンドしますから大丈夫ですよ。いやもうオリジナルに戻すんです。そう、寄せるいいものはいいよってやつ。やっぱババアは若い方に寄せないとな。そうです。若作りさせないといけないです。化粧ペタペタ塗んないとダメだからな。とりあえずな。何で笑ってるんですか。ね、そうですよね。そう。ということでこちらの車ご興味ある方お問い合わせお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございます。